こんにちは、ロックンクローラーズです。今回はですね、エレメントエンデューロビルダーズキット2にですね、メカを積むと。ESC、ホビーウィングの 1080G2 を積んで、ボディも乗せて全部完成させていこうって話です。動画の大部分はですね、1080G2 の説明になります。最後の方にボディを乗せる話になっていますので、気になる方は見ていただければと思います。それにしてもですね、このエレメントエンデューロのこのシャーシのこのスタイル、僕本当に美しいと思っていて大好きなんですけれども、今回採用するのはホビーウィングの 1080G2 です。ブラシモーター用の ESC、クローラー用だったらね、やっぱりこれじゃないかな。6000円ぐらいだしね。キャッスルとかその辺、低金とかね、導入するのもいいんだけれども、あと、アリエクとかで売ってるね、中国製のね、なんか互換品、1080とか1060の互換系の ESC よりも、やっぱり 1080G2、今はもうこれ一択だと思います。受信機とかもね、防水したいんで、付属の防水ケース使います。キットに付属してますね。で、バンパーは実は、キットには入ってないんですよね。当たり前ですけどね。だから持ってたんです、これ。センデロ用のなんかバンパー、昔買ってあったやつが見つけたので、それを装着していこうと思います。ビルダーズキット2のね、リアのね、このバンパーマウント、穴開いてないんですよ。っていうのはこれ、ゲートキーパーとかあれ用ですよね。なので、使えないんですけれども、実はこれ、センデロボディね、トラギーなんで、バンパーいらないです。なんで、フロントだけね、バンパーはつけていきます。ってことで、まずはモーターのね、この配線、ギボシ端子、僕嫌いなんで、バナナに変えていきます。リーディのね、ラドン 16T5 スロットのね、モーターですね。アソシのブランドの一つですね、今はね、リーディはね。リーディ、なんかギボシなんですよね、全部ね。なんででしょうね。ギボシ別にいいんですけど、僕はあんま好きじゃないんで、ギボシは、外しました。で、受信機ボックス右にしようか左にしようか問題なんですけれども、純正 RTR とね、同じように左側にして、ESC を右側につけることにしました。左右のね、重さのバランス、微妙な重さのバランスですけど、取っておきたいんでね。ただ、そうすると、このね、配線がちょっとね、取り回しをどうしようかなっていう感じになるんですよね。ホビーウィングの ESC のこの配線、なんかやたらカラフルでかっこ悪いんですよね。塗装したりとかね、なんかチューブでね、覆ったりとかっていうこともできるんだけれども、とりあえず、このカラフルな感じで進めました。ホビーウィングの 1080G2 なんですけれども、受信機にね、挿すコネクターですね。サーボコネクター。これは今サーボコネクターなんですけども、こっちね、スロットルコネクターと、あと2つね、ありますよね。これがね、G2 の特徴の一つでもあります。爪伸びてるなぁ。ごめんなさい。このゴムのね、防水のやつね。これね、3本ぐらい入れることしか想定してないんで、このコネクター系。配線か。すごいキツキツでした。でも無理やり押し込んじゃいました。で、なんでそんなに多いのかっていうと、1080G2 にはですね、プロポの空きチャンネルで、制御できる機能が2つ追加されてるんですね。で、このプログラムカード、これはね、G2 入ってないんですよね、確かね。入ってなかったよね。ただ、初代の1080にはこれ入ってて、でもそれ使えるんで使ってるんですけれども、これのね、1番目、ランニングモードをね、フォワードブレーキとか、フォワードリバースとか、1、2、3ってあるんですけど、4番目にこれ、カードには書いてないんですけれども、4番目にね、実写モード、リアルカーモードっていうのが設定されています。それに設定した上で、このプロポのですね、チャンネル、割り当てたチャンネルのスイッチをオンオフすることでギアが変わるんですよね。ギア、実際にはギアっていうか、
電気的なものなんですけれども、前進後進をスロットル引くことでですね、実現してるんです。これが要は実車もあれじゃないですか。スロットルアクセルって一つしかないでしょ。で、ギアを変えてバックするじゃないですか。同じように踏み込んで。それと同じってことですよね。ただ、これはね、操作めちゃくちゃ慣れるの大変だと思うし、使わないですよね、ぶっちゃけね。なんで、お遊び機能ですかね。なんで僕は、フォワードリバースに戻しておきました。そしてもう一個の機能が、これは使えると思うんですけれども、僕はロータリーノブにですね、もう一個のそのコネクタ割り当ててですね、このロータリーノブで 0% から 100% 変更できるようにしました。これ今8ちゃんになってるのかな。3ちゃんに割り当てたんだけどな。いいや。ちょっと見えてないけど、これ3ちゃんがね、今こうなってるでしょ。0から100。マイナス100から100か。だから 200% 分の幅があるんですけれども、このドラッグブレーキの率を0から 100% まで、ここでね、リアルタイムに調整ができるんですよね。これキャッスルクリエーションでも、オグジャーリーワイヤーモードを使うとね、こういう機能ありますよね。それと同じやつです。実際に走ってる時ね、こうやって 100% ぐらいのドラッグブレーキで、いや、ちょっとドラッグブレーキ効きすぎじゃねえかっていうシーンの時にね、あれでちょっと緩めてあげると、よりですね、アクティブな走行になるという、機能ですよね。これは、あんまぶっちゃけ僕は使ったことないんですけども、あったらあったで便利かなっていう機能です。そしてメカ積み終わったのでボディですよね。ボディはこれ昔僕が2020年8月ぐらいにエレメントエンデューロを買った時にこのセンデロボディ買ってですね、その後ですね、トラギーキット買ってトラギー化したんですよ。そのボディがずーっと余ってたんですね。ほんと3年ぐらい余ってたのかなっていうのはエレメント LCG 化しちゃったんで、2021年1月ぐらいにずっと余ってたんですけど、このボディ僕やっぱすごく思い入れがあるので、これをね採用したくて今回やっと載せることができました。あとね、エレメントのこのバッテリートレイ謎仕様なんですけども、やたら短いんですよね。ショートリッポサイズを想定してんのかな。長いやつもオプションであるんですけれども、ちょっとね使いづらいのでこうやってカットしてます。毎回これはねカットしてこうやって入るようにしてるんですけれども、その辺はね各自で、自己責任でやってみてください。ということでですね、エレメントエンデューロビルダーズキット2にセンデロボディを乗せて、これで完成ですね。 ESC も積んだし、これで戦闘態勢整いました。ということでですね、近いうちに現場に行ってですね、久々のエレメント、ノーマルエレメントの走行をですね楽しんでみたいと思います。それではまた次回。